こんにちは、もずくです。今回の動画はマイホームレイアウトです。前回自宅を集会所という設定にして島繰りをしたので、お家の中も集会所っぽいレイアウトにしていきます。で、全部屋レイアウトしていくので全部で6部屋です。それでは早速作っていきます。どうぞ。ではまずは真ん中のお部屋から作っていきます。で、お家のテーマは集会所なので集会所っぽく作っていくんですけど、まずこの真ん中のお部屋はお部屋全体をエントランスにしようかなと思います。で、時代設定が江戸時代なので家具や雰囲気も素朴で質素な感じにしつつ、集会所周りの島繰りとストーリーがつながっているようにしたいので、色味なども揃えて統一感を出していきたいなと思います。なのでまずはじめに壁床を決めていくんですけど、壁はボロい土壁の壁にして、床は江戸時代の玄関っぽく土の床にしておきます。で、集会所周りの島繰りは明るいブラウンも使っているので、アクセントウォールに和風建築の壁を使います。で、エントランスはそのまま、窓は時代に合わせて薄暗くしたいなと思うのでなしにしておきます。で、ライトは暖かい明かりで少し暗め。環境音は高原にしておきます。これで壁床や他の設定は決まったので、先に間取りを決めていきます。まず入ってすぐの1列分だけ土の床にしたいなと思うので、とりあえず左の部屋と右の部屋をつなぐようにダークウッドのフロアシートを敷いていきます。これでとりあえず土足で上がる部分とそうじゃない部分が作れました。で、この廊下から奥の部分を柱や壁で区切っていくんですけど、奥のお部屋をみんなが集まって話し合いをするお部屋にしようかなと思うので、奥がメインのお部屋になるんですけど、なのでメインのお部屋ということがわかるように、外でもたくさん使っていた東屋を使います。まさか部屋の中でも使うとは思ってなかったんですけど、なんとお部屋の中でも登場しました。で、この東屋がさらに馴染むように、東屋の四隅に木製の柱を並べます。となると奥のお部屋までの道が欲しいので、奥のお部屋につながる道はアクセントウォールの色に合わせて黄色い竹の敷物を敷いていきます。はい、こんな感じになりました。では次はこの廊下奥の土の部分に部屋を作っていくんですけど、ちょうどこの柱が置いてあるここの部分は物置にしちゃおうかなと思うので、仕切り壁でお部屋を分けます。正直正面から見ると壁の後ろは見えないんですけど、区切ったところの中に樽や木箱を置くと、こんな感じで少し斜めから見た時に若干映るので、ちょっとリアルな物置っぽく見えるんじゃないかなと思います。で、今作った物置の床は、物置なので変えなくてもいいかなと思うんですけど、ここは別のお部屋につながる階段を作りたいなと思っているので、フロアシートを敷いておきます。で、左右に階段を置いて、このままだとただのタンスなので、ちゃんと階段っぽく見えるように少し隠します。はい、どうでしょうか。少し隠して階段の先を見えなくしたことで、違うお部屋につながっているように見えるかなと思います。で、このままでもいいんですけど、せっかくなので階段の先にチックウォールステッカーを使ってドアの前デザインを貼っておきます。はい、カメラで見るとこんな感じです。少し見えるのでさらにリアルになったかなと思います。ではこれでベースが完成したので、少し飾り付けをしていきます。
まず少し埃っぽさが欲しいので、物置にも置いた木箱を入り口にも置きます。で、さらに右側の木箱の横にほうきが刺さっているように見えるバター攪拌機を置いておきます。で、次は部屋を薄暗くしたんですけど、照明家具は置いてもいいかなと思うので、まず東屋と柱の間にあんどんを置きます。で、さらに階段と手前の廊下の足元を照らすための竹のキャンドルホルダーも置いておきます。で、さらに天井にも明かりを配置していきます。まず東屋の上に照明を仕込ませます。実際には見えないんですけど、少し明るくなるので仕込ませておきました。で、もう照明はいらないかなと思うんですけど、動物たちが集まってくる賑やかな感じを出したいなと思うので、ちょうどこの柱と柱の間に提灯セットを飾っておきます。はい、正面から見るとこんな感じです。柄はマイデザインを使ってシンプルにしたので、提灯を使ったんですけど、お祭りほどの賑やかさは出さずに少し明るい雰囲気になったかなと思います。では最後に壁を飾っていきます。正面の壁は飾っても見えないので、左右の入り口の上に表彰状を飾っておくんですけど、表彰状として使うというよりかは、左右の部屋に対しての使い方だったりとか、説明が書いてあるみたいな設定として使ってみました。で、入り口の上には集会所の看板を設置しておきます。ではこれで真ん中のお部屋は完成です。では次は奥のお部屋を作っていきます。奥の部屋はさっきもお話しした通り、動物たちが集まってお話をする場所にしたいなと思います。簡単に言えば現代でいう会議室みたいな感じです。だけど時代が江戸時代なので質素で素朴な感じにしていきます。ではまずは壁床を決めていきます。真ん中のお部屋を作るときに島釘と統一感を持たせたいっていう話をしたと思うんですけど、お部屋の中はお部屋の中で全部屋統一感を持たせたいので、なるべく壁床は揃えて使っていきたいなと思います。なのでまずメインの壁はボロい土壁にして、床はさっきのお部屋と少し変えるんですけど、アクセントウォールと揃えてラタンの床にします。で、このお部屋はアクセントウォールにランダムストーンの壁を使います。で、お部屋自体の設定は全部屋同じにしようかなと思います。では間取りを決めていくんですけど、絶対にお部屋の中はこういう形にしたいなというものを決めているので、それを再現していきます。話し合いをする場所なので、もうこのお部屋全体を使って話し合いができる場所にしたいなと思うので、まずアクセントウォールは一部だけでいいので両端仕切り壁で隠します。で、ここからなんですけど、このお部屋を囲うように柱と仕切りカウンターを使ってお部屋を囲っていきます。はい、こんな風になりました。で、今囲った部分の手前側が一列空いているので、ここは通路にします。はい。で、この囲ってある空間を話し合いをする場所にするんですけど、話し合うために机や椅子はいるじゃないですか。その机や椅子をこの囲った仕切りカウンターと柱の形に合わせてはめ込んでいきます。まず椅子の種類はなるべくつながっているように見せたいので竹のベンチを使います。はい、正面から見るとこんな感じです。正面から見ると違う向き同士のベンチはつながっているように見えるんですけど、どうしても正面を向いているベンチの隙間が気になるので、なるべく重厚感のあるテーブルを使ってなじませます。はい、ということでこんな感じになりました。これが集会所の島釘を作る前から考えていた会議室の形です。なんか動物たちが話し合っているのが想像できるというか、真ん中の大きなテーブルを囲むようにみんなで座ってこれからどうしていこうかなみたいなのを話し合える場所みたいな感じです。では
ベースが完成したので飾り付けをしていきます。なんかこう一部屋丸々使って会議室にしたので、ちょっと秘密会議が行われている感があるというか、なのでその雰囲気を生かしてさらに秘密の会議も行われてそうな雰囲気にしていきます。なので縦長のれんを使ってその秘密の会議も行われてそうな雰囲気にしていきます。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。より話し合いが行われてそうな雰囲気になってきたかなと思います。では続けて天井に照明も配置します。で、天井だけではなくてもう少し明かりが欲しいので、手前の左右にアンドンと仕切りカウンターの上に竹のキャンドルホルダーを配置しておきます。明かりを置いたことで、秘密の会議は秘密の会議でも悪い秘密の会議じゃないというか、なんかポジティブな秘密の会議がされているように見えるんじゃないかなと思います。ではさらに飾り付けをしていきます。まず、会議室なのでテーブルの上に本や紙を置いていきます。で、次は壁を飾っていきます。まず真ん中のお部屋にも飾った集会所の看板をこのお部屋にも配置します。この看板は全部屋配置しようかなと考えてます。で、左右の壁は一見飾るところがなさそうなんですけど、この隙間のところに表彰状なんですけど、真ん中の部屋と同じように、説明書きがされているという設定で配置しておきます。はい、ではこれで奥のお部屋は完成しました。では次は左のお部屋を作っていきます。全部屋明かりや環境音は一緒なので、もう最初から設定しておきました。で、左のお部屋と右のお部屋は客間にしようかなと思っているので、間取りや使う家具も似せて作っていこうかなと思います。で、客間なんですけど、イメージというか設定的には集会所の幹部じゃないお客さんが来た時とか、お偉いさんが来た時に話をする部屋みたいなイメージです。ではまずは壁床を決めていきます。まずメインの壁はさっきの2部屋と同じようにボロい土壁を使って、床は少し変えて古い板間の床を使います。で、アクセントウォールなんですけど、客間っぽく見せたいので襖を使います。ではこれで壁床が決まったので、次は間取りを決めていきます。なんか左右のお部屋で少し用途を変えようかなと思っているんですけど、今作っている左のお部屋は1対1で話せるお部屋で、右側のお部屋は 4,5 人ぐらいで話せるお部屋にしようかなと思ってます。で、客間は客間なんですけど、話し合いだけじゃなくて誰かが泊まったりもできるようにしようかなと思っているんですけど、さっきも言ったように今作っている左のお部屋は2人用のお部屋にしようかなと思っているので、今見えているアクセントウォールの襖を仕切り壁を使って2人分の布団が入っているぐらいの押し入れに見せます。で、客間なので、畳の方がそれっぽく見えるかなと思うので、手前側だけ畳を敷いていきます。で、客間のイメージといえば、いかにもお招きされる部屋みたいな雰囲気があると思うので、床の間を置いておきます。ちなみにこの床の間にかかっている掛け軸は鶴にしておきました。右のお部屋にも床の間を置く予定なんですけど、違う掛け軸にしようかなと思っています。なのでこのお部屋の名前は鶴の間という名前にしておきます。で、今この床の間がなんかつなぎ目が不自然なので、木製の柱でなじませておきます。はい。で、押し入れの前の床と床の間の下の床を少し変えた方がもうちょっとリアルになるのかなと思うので、襖の前だけフローリングタイルを敷いておきます。はい、これで間取りは完成しました。アクセントウォールが襖で、さらに床の間と柱を置いたことですごく奥行きのある部屋に見えるようになったかなと思います。では家具を置いていきます。お客さんと話をする場所なので、テーブルと椅子を置いておきます。で、テーブルの上には
和風な照明を設置しておきます。正直これで完成でもいいんですけど、あとちょっとだけ家具を足したいなと思います。まず襖の前に予備の座布団と左の座椅子の後ろに和風なローボードを設置しておきます。で、床の間の横が空いているんですけど、ここは木箱を置いて、あえてあんまり使われてなさそうな雰囲気にしておきます。で、あとはテーブルの上に本と全部屋に設置している集会所の看板を飾って、これで左の客間は完成です。では次は右のお部屋を作っていきます。左のお部屋とベースは同じなので、もう壁床は同じものに変えておきました。では間取りを決めていくんですけど、さっきもお話しした通り、右のお部屋は客間なんですけど、4、5人ぐらいで話せるお部屋にしようかなと思うので、左のお部屋と少しだけ間取りを変えます。まず今回は襖の部分を左のお部屋よりも広めに見せておきたいので、左側だけ仕切り壁で隠しておきます。で、左のお部屋と同じように床には畳を敷いて、襖の前にもフローリングを敷いておきます。で、また左のお部屋と同じく床の間を置いておきます。はい。で、掛け軸のデザインを見てもらってわかる通り、竜にしておきました。なのでこのお部屋の名前は竜の間です。はい。で、フローリングタイルの四隅に柱を置いておきます。で、今回のお部屋は4、5人で話せるお部屋なので、テーブルは大きめのテーブルにして、椅子は臨機応変に対応できるように座布団にしておきます。で、今回はテーブルの上には外にも置いてあるアネモネを飾っておきます。で、あとは左の鶴の間と同じように和風な照明と木箱と看板を飾ったら、これで右の客間は完成です。では次は地下室を作っていきます。地下室も左右のお部屋と同じ壁床にしておきました。で、地下室は何を作るかというと、何でもできる部屋にしていきます。何でもできる部屋というのは、申請すれば誰でも借りることができるし、大人数で会議をするときにこの部屋も使えるし、イベント的なことも行えるし、みたいな感じのお部屋にしていこうかなと思います。なので基本的には左右のお部屋とベースは同じにしていこうかなと思っているので、まず今回は左右を仕切り壁で隠して、襖の前にフローリングを敷いて、フローリングの四隅に柱を置きます。で、手前側にはこれまた左右のお部屋と同じように畳を敷いていくんですけど、どうしてもマスが合わないので、ここは柱と仕切り壁を使って隠しておきます。はい、こんな感じになりました。で、ここだけ中途半端に空いているんですけど、ここは壁にジッコールステッカーを貼って壁のデザインを変えておきます。はい、横から見るとこんな感じです。ではさらにベースとなる家具を置いていきます。まずこの左右のスペースは乱雑に物が置かれているスペースにしようかなと思うので、座布団の山を置いて、でさらに乱雑さを出すために上に同じ柄のクッションを置いておきました。右側も同じように置いていきます。はい、こんな感じになりました。座布団をたくさん置いたことで大人数で使う部屋なんだなということがわかるようになったかなと思います。ではさらにもう少し家具を足していきます。まずこの部屋にも看板を設置したいので正面に設置しておきます。で、照明はお部屋が広いので和風な照明を左右に設置しておきます。はい、ということでこれで完成しました。家具は全然置いていないんですけど、いろんな用途で使えるお部屋なので、例えば今回の江ノ島のストーリー的に
何もない島から元いた島に帰るまでの間、開拓を進めていくというストーリーなんですけど、まだ始まったばかりで開拓は2エリア分しか完成していなくて、動物たちが住むところがないので地下のお部屋でみんなが寝ているという設定にしてみたりだとか、大人数で会議をする部屋として使ってみたりだとか、宴会場としても使えたりします。という感じで自由に使えるので、家具はほとんど置いていないんですけど、これで完成ということにしておきます。では最後は2階を作っていきます。今まで作ったお部屋は全部集会所に関するお部屋にしたんですけど、この集会所自体一応自分のお家でもあるので、2階は自宅にしようかなと思います。なんですけど、ちゃんと集会所ともギャップがありすぎないようにしたいので、色味は揃えて作っていきます。まずメインの壁は他のお部屋と同じくボロい土壁、床は奥のお部屋で使ったラタンの床、アクセントウォールは真ん中のお部屋で使った和風建築の壁にしておきます。で、自宅なのでいろんなスペースを作りたいなと思ってるんですけど、絶対入れたいなと思うのは、夢見を登録するためにも必要になるベッドと、自宅ということが分かるようにしたいのでリビング的なスペースと、あとは便利さも欲しいなと思うので着替えができるチェストと料理ができるようにキッチンを作りたいなと思ってます。で、やっぱり自宅なので他のお部屋と統一感は出しつつも、ちゃんと何回見ても可愛いって思うようなお部屋にしたいなと思うので、今回作った他のお部屋に比べてもう少し自分らしさも出していこうかなと思います。ではまずは間取りを決めていくんですけど、もう最近お部屋作るときは絶対階段を途切れたくなっちゃうので、お部屋の右奥に別のお部屋につながる階段を設置します。で、ちゃんと階段から別のお部屋につながっているようにしたいので、アクセントウォールでドアを作っておきます。はい、壁で見るとこんな感じです。で、さらに真正面から見える階段なので、もう少しリアルに見えるように縦長ののれんでなじませます。では他の空間を作っていきます。2階のお部屋は横に長くて奥行きがないので、なるべく奥行きがあるように見せたいなと思うので、仕切り壁と柱を使って部屋の形を変えていきます。はい、こんな風な形になりました。壁を使って奥に進めそうな形にすることによって奥行きが感じられるようになったかなと思います。ではこの間取りに合わせて家具を置いていきます。まず一番広いここの空間はリビング的な場所にしようかなと思うので、無色のラグを敷いて、その上にテーブルと椅子を配置します。で、質素だけじゃなくてちょっとだけおしゃれしているように見せたいので、この仕切り壁の前に竹のスクリーンを置いておきます。で、さらにテーブルの上に照明を配置して食器を置いておきます。はい、これでリビングは完成しました。では次はここのくぼみに寝室を作っていきます。で、この時代の寝室といえば敷布団か厚森の家具の中で言ったら畳のベッドかなとは思うんですけど、やっぱり寝室でもちょっとおしゃれしたいのでオリエンタルなベッドを使います。で、横からちゃんと寝られるように柱は開けておきます。で、さらに寝室周りを飾っていきます。まず寝室にも明かりが欲しいので、柱の前にあんどんとベッドの上にあえてジャラジャラがついているリメイクの提灯を配置しておきます。なんかこの、ジャラジャラっていう名前かわかんないんですけど、このジャラジャラがついてることによってお祭りに使われる提灯なんですけど、インテリアっぽく見えるかなと思います。で、ベッドの前が空いているんですけど、ここは書斎を作ろうかなと思います。なのでローテーブルではないテーブルを置いて、椅子も背もたれ付きの椅子にしておきます。で、テーブルの上には書斎っぽく本を置いておきます。はい、
これで和風は和風なんですけど、すごく自分好みの寝室になってきました。でももう少しだけ飾っていきます。まずベッドの下にラグを敷いて、壁にシンプルなウォールシェルフとマイデザインを使った額入りポスターを飾っておきます。はい、どうでしょうか。オリエンタルなベッドと提灯のジャガジャラがアクセントになっていて、江戸時代という時代設定ながらも可愛くできているんじゃないかなと思います。では次はこっちの右側の空間を埋めていきます。最初にも言った通り、着替えられるチェストが欲しいなと思うので、シンプルなチェストを使います。一見現代っぽい家具なんですけど、周りの家具が周りの家具なので全然馴染んでるんじゃないかなと思います。で、その横には竹のベンチと、チェストの上には竹のキャンドルホルダーを配置しておきます。で、さらに右側の壁も飾っていきます。まずベンチの上が大きく空いているので、ここには掛け軸を飾って、でもう少しふんわりとお部屋を明るくしたいなと思うので、チェストの後ろにスコンスを仕込ませておきます。はい、これで手前側は完成しました。では次は後ろの空間を作っていきます。後ろと前ははっきりと分かれているようにしたいなと思うので、まずはフロアシートを貼っていきます。で、キッチンなんですけど、キッチンはこの右側に作ろうと思います。正直そんなに料理は使わないかなと思うので、もう仕切り壁の後ろに置いてしまいます。で、キッチンはかまどのキッチンにして、その横の空いているところは木箱を積み上げておきます。正面からは見えないんですけど、キッチンが置いてあることで便利なのは便利なので置いておきました。で、次はベッドの後ろの空間を作っていきます。ベッドの後ろも正直あんまり見えないので、まず壁を使って後ろの空間を作っていきます。まずお風呂につながってそうなドアと、キッチンの部分の壁と壁は変えたいなと思うので、木のマイデザインのチックオールステッカーを使って壁を変えていきます。はい、正面から見るとこんな感じです。間取りで奥行きを出したと思うんですけど、さらにドアをつけたことによってもっと奥行きを感じられるようになったかなと思います。で、せっかくベッドの後ろ側が空いているので少し家具を足したいなと思うんですけど、さっきも言った通りあんまり見える場所ではないので、ちょっと斜めから見た時に見えるように大きめの家具の床の間を置いて、その横にドアの先がお風呂と分かるように竹のスツールの上に服の山をタオルに見立てて置いておきます。で、最後にこのお部屋にも看板を飾ったら、これで2階の自宅は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は自宅を全部屋レイアウトしてみました。私が一番大事にしている外と中の統一感を持たせたことで、お部屋もストーリーを感じるレイアウトになったんじゃないかなと思います。よければどのお部屋がお好みだったかコメントで教えてください。ちなみに次の動画は下繰り動画の予定です。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。はい、じゃあ